ちらは DFC 上空です。ご覧のように都心は完全に火の海と化しており、選択か。この番号は。チーハンター、どうかしましたか？水篠ハンター、お体の具合はどうですか？退院される前に連絡できなくてごめんなさい。大丈夫です。気にしないでください。それでご用件は？実はメイリンハンターが日本にいらしたんです。なので食事でお気持ちはありがたいんですが、しばらく休もうと思っているんです。ただの食事じゃないんです。大事な話があって。メイリンハンターもただ私たちの顔を見るために来たわけじゃないんです。なのでどうかお願いします。まさか以前一緒に調査していた蒸発事件と関係があるのか？蒸発、世界中で発生している謎の集団失踪事件。主にレイド現場で発生し、ハンターを含む一般人全員が行方不明になった事件である。目撃者はおらず、遺体も痕跡も発見されていない。現場には失踪者の所持品と時折発見される爆発の痕跡のみ。メイリンハンターとチウハンターの両親もこの事件に巻き込まれ、現在も行方が分かっていない。この事件とゲートが関係しているという点に興味を持った俺は彼女たちの調査を手伝っていた。そろそろ動くか。わかりました。ありがとうございます。予約したお店の場所をお送りしますね。何か収穫があるといいんだけどな。またここですか？うん、美味しいよね。ベリーもここが気に入ってるみたいなの。それにしても急ですね。大事な話って何なんですか？ああ、この前初めて蒸発事件の現場を調査した後も私たち2人でずっと調査を続けてたの。まずはこれを見て。これは匿名のコミュニティか。合宿所に関する内容が多いですね。そう、その合宿所がすごく怪しいからちょっと調べてみたの。書き込みをざっと見てみたら内容はほとんど同じだった。友達とか家族が心を鍛えられるって定期的に通っていたらしいんだけど、怪しいから止めようとしても耳を貸そうとしなかったんだって。そうしてるうちにある日突然行方不明になったそうよ。まるで最初から存在していなかったかのように。まさに蒸発だね。行方不明になった人たちの共通点は？例えばゲート関連の仕事をしていたとか。そこまではわからないけど、その人たちの家からこんな模様の魔法石が見つかったんだって。模様？なんだか不思議でしょ？私も見たことがない模様なの。いろいろ調べてみたんだけど、模様の意味とか魔法石の使い道まではわからなかったわ。私たちが知ってる蒸発とはちょっと違うけど、それでも共通点はあるからその合宿所に行ってみたの。一人でですか？一人じゃないわ。ベリーも一緒だったんだから。もう少し用心してください。
次からは一人で行かないように。怒られちゃった。分かった。それで何か見つかったんですか？何にもなかったわ。前に行った場所と同じようにね。そこはもぬけの殻で事件があった形跡しかなかったんですよね。そうそう、結局何もなかったからすぐに引き返したわ。だけどモヤモヤするからコミュニティを調べてみたら、見て、日本にも同じ名前の合宿所があることが分かったの。私が日本に来たのは2人に頼みたいことがあったからよ。私と一緒に日本の合宿所を調べてくれない？もちろん、絶対に手がかりを見つけてみせます。どうするか。俺たちが調べていた蒸発とは特に関係なさそうだが、それにゲートの周囲や中で発生した事件ではなさそうだし、今回は断るべきか。ああ、そうだ、これを見せるのを忘れてたわ。これは来る途中にコミュニティ経由で知り合った人からもらったんだ。マナがほとんど残っていないから気づかなかったが、この力は1件目の蒸発事件の現場で感じたものと同じだ。わかりました。協力します。現場に行けば何か手がかりがつかめるかもしれない。着きました。気持ち悪い。楽しかったね、ベリー。少し飛ばしすぎたか。いや、俺もこれだけに時間を使うわけにもいかないしな。どこに行けばいいですか？この林道に沿ってまっすぐって書かれてるわ。多分。メイリンハンターの情報を鵜呑みにするわけにはいかないな。影にこの辺り一帯を調べさせよう。あれ、道が途切れてる。本当にこっちで合ってるんですか？地図にはこっちって書かれてるのにおかしいな。戻った方がいいかな。影の兵士からの合図か。何か見つけたみたいだな。その必要はありません。行きましょう。どこに？ちょっといきなり引っ張らないでよ。影の交換。あれ？どうなってるの？ここは合宿所があった場所です。ここで事件が起こったようですね。この景色、1件目の蒸発事件の現場と同じです。中国で見た合宿所の景色とも同じだわ。ベリー、どうしたの？これってメイリンハンターが持っていた魔法石と同じ模様が刻まれていますね。ここに妙な装置もあります。爆発の痕跡と奇妙な模様が描かれた魔法石、そして用途不明の装置。その全てから奇妙な力を感じる。もしかすると俺たちが調べていたことは
全て一つの真相につながっているのかもしれない。とりあえずこれで全部見たい。どうする？もっと調べてみる？影に調べさせた結果、特に気になるところは見つかりませんでした。これ以上調べても何も出ないので引き返しましょう。その前にこの装置の写真を撮ってもいいですか？親が働いていた研究所に送って調べてもらおうと思うんです。構いません。持って帰りたければ俺の影に。いえ、大丈夫です。何の装置かわからないのでそっとしておきましょう。何この写真。ピントが全然合ってない。俺が撮ります。貸してください。すみません、写真を撮るセンスがなくて。全体を1枚、細かいところは近くで。焼けた跡があるからよく見えないな。拭いてみるか。水篠ハンター、魔法石の上を見て。あれはゲート？いえ、ゲートとは形が違う。狭間？教会に通報した方がいいんじゃない？番号は。下がってください。魔獣？どうして？来ます。通報は後にしましょう。ベリー、大丈夫？おかげで助かったわ。まだダンジョンブレイクしてないのにどうして魔獣が外に？あの狭間はゲートじゃない。中を確認しないとな。中に入って調べてこい。モンスターがいたらすぐに知らせろ。暗くてよく見えないな。だが道はまだ続いている。モンスターはいないようだ。直接中を確かめた方がいいでしょう。危ないって。そうですよ。魔獣が出てくるんですよ。まずは教会に通報して。教会の関係者がここに来るまで時間がかかります。待っている間に狭間が閉じるかもしれません。今は時間もチャンスも無駄にしたくないんです。俺一人で確かめてくるのでここで待っていてください。魔獣がまた現れるかもしれません。安心して任せられる兵士たちを置いていきます。でも入ってる間に狭間が閉じたら。大丈夫です。何かあっても抜け出す方法はありますので。ここまでどうやって来たかもう忘れたんですか？あの方法が。治癒ハンター。はい、私も同じ気持ちです。では行ってきま。ベリーおいで。今からあの中を確かめに行くよ。本当にあのスキルはまだ使えるんですよね？何が起こるか分かりません。本当に入るつもりですか？もちろん手がかりがつかめるかもしれないからね。
危険なのは承知の上です。ダメって言われても行きますから。わかりました。それじゃあ入りましょう。あれ、なんだか大したことないね。魔獣が出てきたわ。油断は禁物です。影の兵士を通じて見た景色と同じだ。何もないし何も感じない。不自然なほど空っぽの空間。ベリー、どうしたの？何もありませんけど。魔獣です。構えてください。あれは一体。空間移動魔法？違う、あれは。俺たちが入った狭間と似ていますね。違いがあるとすれば、モンスターがここに現れた後、狭間がすぐに消えたという点だ。しかもモンスターの体から肉眼では確認できないほどかすかな魔力の糸がつながっていた。強い魔力が流れていたが、一体何だ？ねえ、水篠ハンター、もう出た方がいいんじゃない？何度もこんな風に襲われていたら、こちらの魔力が底をついてしまいます。二人が出たいなら止めはしません。調査は俺一人で十分ですから。でもいつ何が起こるかわからないじゃないですか。今ここを調べないといけない理由はあるの？以前治癒ハンターから頼まれて調査に向かった1件目の蒸発事件の現場で奇妙な力を感じました。そして一緒に調査した合宿所一帯でもその奇妙な力を感じたんです。さらに合宿所にあった装置を起動してここに来た。つまり蒸発事件と何か関係があるはずです。それじゃあ行方不明になった人たちもみんな狭間の中にいるのでしょうか？それはもう少し調べる必要が。少なくともここには何もないようです。二人も感じたかもしれませんが、魔獣が狭間から現れた時、魔獣本来の力よりもはるかに強い魔力の波長が伝わってきたんです。こことつながっていた狭間も魔力が残っていた魔法石の上にできたことを考えると、強い魔力を利用して空間をつなぐ扉の役割を担っている狭間を人工的に作り出すことができるのでしょう。つまり合宿所で見つかったのは大量の魔力を利用して別の空間とつながっている狭間を開く装置なのですね。合宿所で行方不明になった人たちは狭間の中の空間、つまり私たちが今いるこの空間に移動したはずだけど、脱出する前に狭間が閉じてしまいこの中に閉じ込められた。この空間で何も手がかりが残ってないなら、誰かが意図的に他の狭間に移動させたということになりますね。はい。行方不明になった人たちの手がかりがつかめなくても蒸発事件に関する重要な情報が手に入るかもしれません。二人はここを出ても構いません。何か分かったら調査の後に教えます。いいえ、私は水篠ハンターについていきます。どんどん真相に近づいている気がするんです。このチャンスをみすみす逃すわけにはいきません。私も
やっと何かがつかめそうなのに、ただ指をくわえて見てるだけなんて嫌よ。わかりました。二人がそういうのなら一緒に調べましょう。空間を自由に移動できるモンスター。ヨグムントの能力に似ているな。ということは、ここはシステムのダンジョンに近い空間なのか。いや、そんなはずはない。システムが望んでいたのは俺の成長だった。ここが成長のため、もしくはそれに準ずる目的のために作られた場所であれば、モンスターは必ずいるはずだ。あの駅や悪魔の城、そしてあの古びたダンジョンにすらモンスターが出現した。だがここには一匹もいない。何者かが放置した魔力も感じない空間。地球でもゲート内のダンジョンでもない場所。するとここはおそらく第三の空間かもしれません。いきなり何ですか？この場所のことです。おそらく第三の空間でしょ第三の空間？う。はい、ここがダンジョンの中なら必ず魔獣がいるはずです。今まで一度も例外はなかったので。どこかの機関が秘密の研究とかをしていた施設なんじゃない？実はダンジョンでも第三の空間でもないアメリカのどこかとか。そんなはずはありません。俺たちの前に現れたのは何か、よく考えてください。魔獣です。魔獣は人間と手を組んだりしません。メイリーハンターの言う通り、本当に人間が使っていた施設だったのなら、俺たちの前にはその人間たちが立ちふさがるはず。もっともカナン島のようにダンジョンブレイクを阻止できず魔獣が占領した場所という可能性もありますが、そうだとすればここはあまりにも静かすぎます。じゃあここは誰がどんな目的があって作った場所なの？それはわかりません。でもすぐに突き止められるはずです。こんなに奥まで来たのに手がかりは何もないわね。やはり魔力は全く感じませんね。水品ハンターの言う通りかもしれません。ここはあまりにも静かすぎます。魔獣が別の場所に移動するためにいたのなら形跡が残っているはず。でもそんなものは全くありません。さっきベリーと一緒に調べてみたんだけど気になるところはなかったわ。それじゃあもう少し奥へ。魔獣よ、あそこ。手強そうです。気を引き締めてください。二人とも大丈夫ですか？大丈夫です。ベリーも大丈夫だって。私もね。狭間ができるまで全く気配を感じなかった。魔力を感じたのも狭間ができた後だ。それに通常では考えられないほど強い魔力を持っていた点も引っかかる。何度も強い攻撃を仕掛けてきたのに魔力が全く減っていなかった。モンスターの体につながっていた大量の魔力の糸、
あれと何か関係があるのか。前に手に入れた黒い心臓の効果のおかげで純粋な魔力の攻防では引けを取らなかったが。二人は支援に特化したハンターだ。あの人がいなければ大怪我をしていた可能性もある。黙って見つめていないでありがとうの一言くらい言えないの？まさかこんなところで出くわすとはね、水篠ハンター。教会の人か。どうしてここに？私たちは通報してないよ。その通りだよ。通報を受けて駆けつけたわけじゃない。じゃあ一体どうして？どうだっていいでしょ。それよりもあなたたちがここにいることの方が問題よ。それは。水篠ハンターが特別待遇なのは知ってる。でもそれはゲートに限った話のはず。だからゲートの内部とは思えないこの空間で水篠ハンターの特別待遇を認めるわけにはいかないんだ。当然そこの二人もね。特に海外ハンターの君はより重い罰が下されるはず。一理ありますね。ルールには従います。ただこの二人は俺が無理やり連れてきたようなものです。後藤会長には俺から説明しておきます。へえ、そう。それでどうするの？調査はやめて帰る？ルールがあるならしかるべき罰を受けますし、二人のことは俺から会長に説明するとは言いましたが、帰るとは言ってません。だと思った。犬飼課長が言ってた通りね。犬飼課長に俺のことを聞いたんですか？まさか蝶がつくほど生真面目なあの人が他の人のことをむやみに言いふらすと思う？いえ。でしょ？偶然聞いたんだよ。まあそんなことはどうでもよくて、実は提案があるんだ。提案？どうして私がここにいるか知りたがってたでしょ？実は私も個人的に調べていることがあってね。私の調査を手伝ってくれたら今回のことは黙っていてあげるよ。厄介事は一つでも減らした方がいいでしょ？そう思わない？何を調べているんですか？個人的なことだって言ったはずだけど。それに教会が秘密裏に進めていることだから部外者には話せないんだよね。ならこれ以上聞くのはやめておきましょう。目的が一致するなら構いません。ええ、私は古沢かりん。よろしくね。それじゃあ行こうか。これはちょっと待って。あれ、あの模様。水篠ハンター、あの模様ってメイリンハンターの。あの魔法石に刻まれていた模様と全く同じですね。この模様のこと何か知ってるの？私も古沢ハンターみたいに個人的に調べている事件があってね。その事件に関わってる人からこの模様が刻まれた魔法石をもらったんだ。ここに来るまでに見なかったの？すっごくたくさんあったのに。もちろん見たけど、私が知りたいのはもっと詳しい情報だよ。メイリン・フィッシャーって言ったよね。国籍は？アメリカ。
あ、でも今は事情があって中国で。そう。もしかすると私の予想よりも広い範囲で同じようなことが起こっているのかもしれない。え、今なんて？なんでもない。この区域で気になる点はこの模様だけだね。作動もしないみたいだし。これ以上ここで調べることがないならそろそろ移動しない？そうしましょう。ここは檻、魔法石、そしてあの魔獣たち何してるんだろう。おかしい。魔力がほとんどない。集中しないと感じないくらいだ。ここに現れたモンスターのことを考えたら不要な戦闘は避けた方がいいだろう。彼女たちの魔力が持たないだろうからな。あの魔獣はやり過ごした方がいいでしょう。ただその前に少し調べてみます。水篠ハンターの召喚した霊があんなに近くにいるのに微動だにしないですね。そうだね。なんだか寝てるような気もするし。古沢ハンター、いつの間にそこまで。大げさだね。ほら近くで見てみなよ。呼吸はしてるから生きてるんだろうけど、体中の力が抜けたみたいにじっとしてる。糸が切れた人形みたいだな。いい例えだね。天下の水篠ハンターらしくないじゃない。俺のことを何だと思ってるんですか。さあね。それじゃあ行きましょうか。襲いかかってこない敵と無理に戦う必要はありませんし。賛成。なんだか不安だから早く。構えてください。早く。そんな、魔獣がみんな起き上がった。小賢しい真似を。やっぱりこうなると思った。来ます。こんなに激しい戦いは初めてよ。アンデッドじゃないのにどうして何度も立ち上がれるの？さっきまでほとんど魔力を感じなかったのに急に強い力を出せるようになったのもおかしいわね。魔獣の体につながっているかすかな魔力の糸が見えますか？魔力の糸？あの猫の霊以外は誰にも見えていないのか。狭間を通ってこっちに現れた魔獣とさっき戦った魔獣、そのいずれにも極めてかすかな魔力の糸が体につながっていたんです。その糸から魔獣に魔力が流れ込んでいました。私には何も見えませんけど。私も。やっぱり俺にしか見えていないということ。あれも見えないのか。
死にたくなければ油断しないでください。確実に息の根は止めたはずだが、何の変化も起こらなかった。これ以上進む道もなければ調べることもない。もうここから出ましょう。賛成。これ以上ここにいたくないわ。今すぐ出なければ。早くこっちへ。早く出ましょう。周囲の魔力があの中に吸い込まれている。あの狭間が閉じれば大爆発が起きるだろう。水城ハンター、治癒ハンターが。今は外に出なければ。俺が必ず助けに来ます。